晴れの国岡山にやってまいりました。新幹線を含む7路線の大きな岡山駅、路面電車が和みます。雨だけじゃなく地震や台風も少ないって知ってました？早速岡山城の方まで歩いて行ってみます。この大きな川が県の中央を南北する旭川です。その川沿いに岡山城が建っています。元の天守閣は空襲で焼失していて、2022年の大改修を経てかなり新しく見えましたね。今回城はスキップすることに。ということで最初の目的地は、日本三大名園の一つ、岡山後楽園、岡山藩主池田綱政の庭園です。日本の原風景のような景色が広がってきました。気持ちいいです。豪華絢爛って感じではなく、昔の田舎町を歩いてるような気持ちになりました。めちゃくちゃ癒される。後楽園は偕楽園や兼六園とはかなり雰囲気が違いますね。結構推しです。実は池田綱政が田園風景や農作業を見るのが好きだったらしく、園内に田んぼや畑を多く配置させたんだとか。お、あれ人がめっちゃ多いね。行きましょう。岡山はフルーツがめっちゃ美味しいらしい。本当？なんかフルーツパフェが名物らしいですね。うわー、ほんと本物の桃の匂いが。かわいいね、猫。フラノスケってへえ。夢二郷土美術館。岡山の観光スポットを調べていて見つけたこの場所。独特のレトロな画風と看板キャラの黒猫の可愛さに一目惚れしました。竹久夢二は大正ロマンを代表する岡山生まれの画家さん。当時その個性的な美人画は男女関係なく大人気を博したそうです。夢二の美人像はそれまでの日本美人画で定番だった細い釣り目とは対照的で、憂いを帯びた大きな瞳が特徴。今の少女漫画の原点って感じですかね。この少し荒削りで一発描きのようななんとも味わい深いタッチ。今の時代に見てもめちゃくちゃおしゃれでものすごいセンスを感じます。
岡山城近くのカフェにやってきました。ご当地グルメやお嬢のイメージから黒をモチーフにしたメニューが用意されています。岡山名物のエビ飯とデミカツ丼を両方提供するお店が少ないので、ここで2つを注文する人が多いみたいでした。店内デザインも黒で統一されていますよね。後楽園の対岸10分ほどの距離にある静かな住宅街にユニークなギャラリーを見つけました。アートスペース油亀。もともと亀屋という油問屋だったらしく、中はむき出しの土間の貯蔵庫です。築140年の古民家を改装し、全国の陶芸家の作品を展示しています。この時は北海道の器作家の個展が開かれていました。小樽に行ったね。北海道生まれでインドに旅して陶芸に目覚めるって書いてありますね。これらの個展には明確な理念があるそうです。手仕事の熱い思いとそれを形作る物語を共有すること。空襲で奇跡的に焼け残ったというこの建物。棚や照明、器の配置に至るまで、建物の味を生かした重厚な空間づくりですね。日本酒を飲む。めっちゃいい。漬物を乗せて。本当？そうじゃん。仲いいじゃない。歴史的建造物の数々に博物館や美術館、緑豊かな散歩道まで。岡山はまさに暖かい太陽の国でした。